我々は自分は相手にこう思われているだろうと思いがちですが、それは自分が相手は自分についてこう思っているだろうと考えている思考であって、相手の思考ではありません。相手がどのように考えているかは正確にはわかりません。これは周りは敵と思ってしまう傾向の強いアダルトチルドレンにはとても重要なことです。周りは敵と感じている人はいつも自分は周りから辛辣な目で評価されているように感じて疲労困憊してしまいます。それを他人がどう思っているかは正確にはわからないと理解できると、だいぶ気持ちが落ち着きます。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンは育ってくる環境で脳の思考回路が歪んでいる人が多いです。でも小さい頃からの習慣なので、自分の思考が歪んでいるとはなかなか気づきません。気づいていなくても思考が歪んでいると、人との間にズレができるし、現実との間にもズレができます。アダルトチルドレンは誰が何と言おうと悪い人ではないし、努力もしています。でも現実との間にズレがあると、嫌われるようなことはしていないのに嫌われたり、頑張っているのに不幸になったり、望むことと真逆なことばかり起こります。これは人生が地獄になります。アダルトチルドレンが生きやすくなるためには、自分の思考は歪んでいる、自分は現実とズレがあるということに気づいて直す必要があります。今日はアダルトチルドレンの思考の歪みと現実とのズレについて、1、思考は現実を反映していない。2、思考が現実とずれていたらどうなるか。3、どうすればいいかという対策。4、ポイントの振り返り。5、すぐにできること。このような順番で話します。百聞は一見にしかずというように、人は一度見るとそれを絶対視します。視覚という点からで言えば、見間違うことや錯覚することはあるにしても、そのようなことは少ないので、自分が見たものを信じるのは理にかなっています。でも、その見たものに思考が加わると、それが事実を反映しているとは言い難くなります。まずは次の文を読んでみてください。健一は朝から憂鬱だった。今日はスイミングスクールの日だからだ。健一は水泳が苦手というわけではない。県大会で3位に入ったこともあるほどの実力者だ。それでもスイミングスクールの日が嫌いなのだ。一旦止めます。健一は何歳だと思いますか？自分なりの答えを考えてから続きを読んでください。確かに健一は水泳には自信があった。でも20年のブランクがあるのと、45歳になり体力が衰えてきた健一は、インストラクターの中ではダントツで泳ぐタイムが遅いし、スクールに通う生徒たちよりも遅く、明らかに見下されているように感じていたのだ。ということで、正解は45歳でした。予想が当たった方はいますか？ここで言いたかったことは、思考に歪みがなかったとしても、結局思考などというのは、限られた情報の中での推測に過ぎないということです。さらに、アダルトチルドレンは、ありのままの自分を受け入れてもらう、味方になってもらう環境ではなく、ありのままの自分を拒否されたり、責められたり、虐げられ、親が敵になる環境で育ってくる人が多いです。例えば、濡れ衣を着せられて先輩に怒られたような時に、なんてひどい先輩なんだろうね、あなたは絶対に悪くないよ、と言ってくれるのではなくて、
あなたが疑われるようなことしたんじゃないのと言われるような環境だったかもしれません。あるいは、ちょっとした失敗を激しく糾弾されたり、親のイライラのはけ口にされるような環境で育ってきたかもしれません。仮にこのようなひどい環境であっても、一人で生きていけない小さい子供は親から逃げられないのだから、生きていくためには親に合わせる必要があります。こうなると、心の深い部分に人に責められる恐怖や根拠のない自己否定や人に対する不信感がどっぷりこびりついてしまい、それに基づいた思考をするようになっていきます。このように思考は過去の体験などから大きな影響を受けます。また、アダルトチルドレンは自己評価が低い人が多いですが、自己評価も同じです。例えば、アダルトチルドレンは親に子供ならかけて当たり前の迷惑をかけるとこっぴどく怒られて育ってきたかもしれません。子供時代に子供であることを拒否されて育てば、つまりありのままの自分を拒否されて育てば、自分自身のことをダメ人間だ、ひどく劣った人間だというように考えるようになります。なので、今自分自身をどのように考えているかは過去の体験から来ているのであって、現実通りに評価しているわけではありません。また、思考が影響を受けるのは、このような過去の体験だけではなくて、現在の気分からも影響を受けます。いい気分の時はいいことが起こりそうな気がするし、悪い気分の時はもっと悪いことが起こるように予測しがちです。自分を恥ずかしく感じていればいるほど、打ちひしがれていればいるほど思考は歪んでいきます。このように思考は限られた情報の中での推測であったり、過去の体験や今の気分次第で大きく変わるものです。なのに我々は思考を自分そのものであるかのように感じ、自分の思考は絶対に正しいと思ってしまいがちです。思考は思考で役割があるので、思考が悪いものだと言っているわけではありませんが、自分の思考は絶対に正しいという感じ方は間違っています。また、過去の体験や今の気分次第で大きく変わるということは、思考は一つだけではないということでもあります。つまり、同じ状況を見ていても、みんなが同じことを考えているのではなくて、人によって違ったことを考えているということです。次は思考が現実とずれていたら、そしてそれに気づいていなかったらどうなるか考えてみましょう。思考が現実と合致していなかったとしても、人は思考によって感情が生まれるし、思考に合わせた行動をします。次の例を考えてみてください。半年に一度ぐらい新聞の押し売りが来るとします。そしてその人はインターホンを押した後に家の人が出てくるまでドアを激しくノックし続けます。今日も一人で家にいたらインターホンが鳴りました。あなたはどうせまた新聞の押し売りだろうと思いました。あなたはどうなりますか？感情は怒りの感情が生まれますか？恐怖を感じますか？他の感情ですか？行動はドアを開けますか？イルスを使いますか？ここではイルスを使ったとしましょう。そしたら2度目のインターホンが鳴りました。新聞の押し売りならいつもはドアをノックするはずなのに2度目のインターホンが鳴ったので、宅急便でも届いたのかなと考えたとしましょう。今度はどうなりますか？
しつこく2度もインターホンを押すなという怒りが出ますか？それとも誰かがプレゼントを送ってくれたのかなと嬉しくなりますか？行動はドアを開けますか？そうこうしているうちに3回目のインターホンが鳴って、〇〇さん、雨降ってきたよ、洗濯物濡れてるよ、と声がしました。今度はどう感じ、どう行動しますか？ここで言いたいのは、人は思考によって感情や行動が変わるということです。つまり、人は何かを考えれば、それが現実に合っているか合っていないかに関係なく、その思考通りに感情が生まれ、その思考に合った行動をとります。なので、周りは敵、人は攻撃してくると思っていて、自分は嫌われる存在、攻撃される存在と思っていれば、それが間違っていても、その人にとってはそれが現実としか感じられません。なので、恐怖が強まるし、危険に敏感になります。また、現実に合っていない歪んだ思考をしていると嫌なことばかりが起こります。嫌なことを自ら招くし、実際には嫌なことではなくても、これは嫌なことだと解釈することもあります。こうなれば人生は素晴らしい体験を獲得しに行く生き方ではなく、いいことは起きないでいいから悪いことだけは起きないでくれという生き方になるかもしれません。これでは自己防衛ばかりが強くなり、人生から楽しいことがなくなり、どんどん抑うつ的になっていくし、どんどん思考がネガティブになっていきます。最後には心や体まで壊してしまうかもしれません。あるいは自分のアダルトチルドレン的傾向についても、どうせ良くならない、悪くなる一方だ、誰も愛してくれないと考えていれば、どんどん気分が落ち込んで、どんどん悪いことばかり考えるようになって、自分は変われると思えなくなります。自分は変われるということを深い部分で信じていない人は、無意識で回復するために必要なことをあれもしなくなるし、これもしなくなります。無意識だから、あれもしていないし、これもしていないのに、自分はできることは全部やったと思っています。これではもちろん治るわけがありません。ここで気づいてほしいことは、もともとの思考がそもそも現実に合っていない思考からスタートしているということです。現実に合っていないものを現実だと思い込んで、一人相撲でどんどん深みにはまっています。では、思考が歪むような環境で育ってきたアダルトチルドレンはどうすればいいでしょうか。まずは、ここまで話してきた通り、思考は現実を反映しているものではないということ、そして思考が歪んでいる人は、その思考に基づいて感情や行動がおかしくなっていることに気がつかないといけません。思考はただの思考です。自分は今こういうふうに考えているんだな、というだけのことであって、現実を反映しているものではありません。例えば、大好きな恋人が困っているのでお金を援助したいと考えているとします。これは思考であって、思考は本当の自分ではありません。本当の自分は人によって違うけど、お金なんかあげなくても愛してほしいと思っているかもしれません。すでに述べた通り、思考は過去の体験や今の感情によって大きく影響されます。そしてアダルトチルドレンは過去の体験がひどいものであったり、今の感情がネガティブであることが多いです。なので、アダルトチルドレンの思考は極端にネガティブ側に歪みやすいです。知らない間に自分が間違った方向へ動き出さないように、
そのことをはっきりと理解しておくことは大切です。思考は現実を反映しているとは限らないと認めた次は、行き過ぎたネガティブ思考をしているときに、今自分はこのように考えているけど、何がそのような思考にさせているのかなと考えてみてください。さっきの大好きな恋人が困っているのでお金を援助したいと考えているケースで言えば、先に孤独感や愛情飢餓があって、思考がそっち側に大きく影響されているのかもしれません。他にも莫大な量の憎しみを抑圧しているような人は、ちょっと誰かに何かをされると、そのされたこと以上に激しく怒りがこみ上げてきます。同じように、ものすごく大嫌いな人のことを考えていると、あんなことされた、こんなことされたとやられたことが現実以上に強調されてきます。あるいは先に心の底に悲しみがある人は、それを通して現実の出来事を現実以上に悲しく感じるし、先に恐怖があれば現実以上に怖くなるし、先に孤独感があれば現実以上に孤独感を感じます。なので、一度この思考は間違っていないだろうか。この思考は過去の体験や今の感情など何か上に乗っていないだろうかと考えてみてください。そして同時に、もしその思考がなくなれば自分はどのように変われるだろうかとも考えてみてください。例えば同僚のことが大嫌いだとします。私のいないところで悪口を言っているに違いない。急に上司が怖い態度になったが、きっとあの同僚が上司に何かを告げ口したに違いない。この同僚が私の味方になることはないだろう。と考えているとします。何か余計なものは載っていないか、そしてこの思考がなくなれば自分はどのように変われるかと考えてみてください。もしかしたら自分は憎しみを抑圧していて、それを通してこの同僚を見ているというようなことがあるかもしれません。また、このような怒りや憎しみの思考がなくなれば、もしかしたら仲良くなれるかもしれないし、協力できるかもしれないし、そこまでいかなくても、相手を全否定するのではなく、相手の嫌なところは嫌だけど、でもあの面は学べるなぁと、その人のいい面だけを学べるかもしれません。もし変われるのであれば、どっちがいいかと考えてみてください。ここでは、自分はあの人のことを嫌いでいたいという選択肢を間違っていると言いたいのではありません。それが今のあなたの中で正解なのであれば、それを選択すればいいし、でもその人と仲良くなるメリットの方が大きいのであれば、可能な限りそっちを選択しましょうと言いたいのです。我々は思考がなければ自分にとっていい方を選択できます。これを逆に言うと、歪んだ思考があると、自ら自分を追い込むような選択をしてしまっているということです。そうは言っても、最初は自分の思考が間違っているとはなかなか気づきません。気づいてもなかなか変えられません。動画でも本でも誰かとの会話を通してでも、方法はいろいろとあると思いますが、ある程度勉強する必要はあると思います。大変だなと感じるかもしれませんが、何も全部変えなければならないわけではありません。行き過ぎている思考のいくつかを変えるだけでも世界は変わってきます。また、過度にネガティブに考えてしまう人はバランスを取ることが必要です。現実はそこまで悪くならない。
なるようになる。今まで生き延びてこられたようにこれからも生き延びていける。このように考えてバランスを取るようにしてみてください。自分についても同じです。アダルトチルドレンは現実を見ていないので、行き過ぎた自己蔑視をしています。愛されずに育ったために苦しい人生を送っている人が、自分自身を現実以上にひどく責めることで、さらに自分を苦しめるのは間違っています。アダルトチルドレンは小さい頃にたまたま心が成長できる環境にいなかっただけであって、何も間違ったことをしていません。その場でできることを一生懸命していただけです。なのに地獄に連れてこられてしまったんです。間違ったことをしているのは今です。今、自分を責めているのは間違っています。では、ポイントを振り返ります。我々は自分の思考を現実だと思い込みやすいです。でも思考は歪みのない人であっても、スイミングスクールの健一の話のように、限られた情報の中での推測に過ぎません。さらにアダルトチルドレンは、ありのままの自分を愛されるという経験がないまま育ってくる人が多いです。こうなると思考が歪みます。思考がネガティブになると気分もネガティブになります。そして気分がネガティブだとさらに思考がネガティブになります。悪循環に巻き込まれます。そこでアダルトチルドレンの思考は現実を反映していないことが多いです。事実を反映していなくてもそう信じ込んでいたら、その人にとってはそれが真実になってしまいます。例えば実際には愛されていても、自分は誰からも愛されていないと信じ込んでいたら、それはその人にとっては愛されていないのと同じです。そしてそのように考えていれば、自分は誰からも愛されないという気持ちを強めます。実際は愛されていても、一人相撲で自分の中のネガティブ要素を強くしているということです。アダルトチルドレンはこのような現実とのズレがあることが本当に多いです。現実とのズレを減らすためには、思考は過去の体験や今の気持ちによっても変わるということを知っておくことがとても役に立ちます。つまり思考は一つだけではありません。このことはいくつもある思考の中から現実に合ったものを選べるということだし、他人は自分と同じことを考えているとは限らないということです。我々は自分は相手にこう思われているだろうと思いがちですが、それは自分が相手は自分についてこう思っているだろうと考えている思考であって、相手の思考ではありません。相手がどのように考えているかは正確にはわかりません。これは周りは敵と思ってしまう傾向の強いアダルトチルドレンにはとても重要なことです。周りは敵と感じている人はいつも自分は周りから辛辣な目で評価されているように感じて疲労困憊してしまいます。それを他人がどう思っているかは正確にはわからないと理解できると、だいぶ気持ちが落ち着きます。また、極端にネガティブな思考をしていると気づいたときは、その思考を点検してみてください。例えば、昨日風邪で休んだとします。そこで、みんな怒っているに違いない。今日は全員に無視されるかもしれない。と考えているとします。このような行き過ぎたネガティブな思考があると、自分から周りに話しかけられなくなって、周りとの間に壁ができて、本当に嫌われていくかもしれません。でも、この思考がなければ、自分から笑顔で話しかけられて、仮に少し怒っている人がいたとしても、
話したことにより相手の気分が晴れるかもしれません。なので、このようなネガティブな思考をしているときは、この思考は間違っていないだろうか、何か余計なものは乗っかっていないだろうか、この思考がなくなれば自分はどのように変われるだろうかと考えてみましょう。もしかしたら、そうか、自分は小さい頃から迷惑をかけると激しく糾弾されて育っているので、迷惑をかけることを非常に恐れているんだなと気づけるかもしれません。また同時に、この思考がなければ自分はどのように変われるかも考えてみてください。思考がなかったら本当はどうしたいのかということです。思考を無視して自分の本心通りに行動することは難易度が高いです。でも考えてみることだけならできるはずです。まずはこの思考に何が乗っかっているのか、この思考がなければ本当は自分はどうしたいのかと考えるだけ考えてみてください。それによって少しでもこの思考は自分ではないかもしれない、現実を反映していないかもしれないと思えれば大進歩です。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、事実と思考を分けてみようです。家の前に止めておいた自転車のタイヤがパンクしていたとします。あの人がやったに違いない。誰かの嫌がらせに違いない。これらは思考です。事実は自転車のタイヤがパンクしていたということです。職場でランチに誘われなかったとします。嫌われているのかもしれない。昨日の会話で傷つけたのかもしれない。これらは思考です。事実はランチに誘われなかったということです。事実の問題は誰もが対処しなければなりませんが、事実の問題だけなら耐えられないほどの大きな問題になることはめったにありません。事実の問題に思考を経由した感情的な問題が加わると問題がとても大きくなってしまいます。自転車の例で言えば、タイヤのパンクを修理する必要があります。そのために時間や労力やお金が消費するかもしれません。でもこれは現実的な問題です。これにあの人がやったに違いないという思考が加わると、怒りや憎しみに火がついたり、嫌がらせはまだ続くのではないかと怯えたり、精神的に余計な負担がかかり、問題がとても大きくなってしまいます。間違った思考で疲労困憊になるのではなく、現実の問題だけを対処する習慣をつけましょう。仮に誰かが自転車をパンクさせているところを目撃したとします。こうなると、あの人がパンクさせたが現実です。そうであれば、その現実を対処する必要が出てきます。現実が進展すれば、現実の対処も変わりますが、現実がはっきりする前に余計な推測で勝手な現実を作るのはやめましょうという提案です。よかったら今の生活の中で抱えている出来事を思考と現実に分けてみてください。また、アダルトチルドレンは価値観や頭の中身を変えることも必要です。アダルトチルドレンは価値観の歪みを直そう。パラダイムシフトでアダルトチルドレン改善方法などの動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。
では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。